こんにちは。今日は8月から使い始めたこのセリアの A6 フリーノート368ページ、この368ページノートの紹介をしたいと思います。8月って2025年の手帳が発売され始める時期じゃないですか。Amazon でね、ちょっとどんな手帳が出てるかいろいろ見てみてたら、ほぼ日手帳の分冊版のアベクの7月から使える後半分だけを売ってるのを見つけてしまったんですよ。値段がね1500円しないくらいだったから、ほぼ日後半だけ使ってみるのもいいかなと一瞬考えたんですけど、私ねほぼ日の1日1ページのオリジナルサイズ10年以上前にめちゃくちゃに挫折したことがあって、そのトラウマで使える気が全然しないんですよ。でもね、なんかほぼ日サイズの1日1ページの手帳を使ってみたい気分になってしまって、能率手帳のデイフリーとか、あと365デイズノートの A6 サイズとかいろいろ探してみたんだけど、セリアでこの文庫サイズの日付フリーのノート売ってるじゃんっていうのを思い出して、お試しにちょうどいいなと思ってこれを買って使い始めました。今ねちょうど半月使ってるんだけど、気軽にかけてめちゃくちゃ楽しいです。私ノートとか手帳は1ページあたりのコスパを計算しがちなんだけど、このノートはね計算してみたら1ページ 0.3 円でした。やばくない？ただじゃん、ほとんど安すぎて雑に使っても罪悪感がなくてとてもいいです。これ110円なので、こうやって開いても他のお高いノートと違って180度開かないんですよ。こんな感じになっちゃう。で紙も薄くてペンによってはね裏写りしちゃうんだけど、こんな感じで日付スタンプとか裏にがっつり写ってるんだけど、私はねこういう感じでミニページだけ使うようにして180度開かなくて書きづらい問題と、あと裏写り問題は自分で解決して使ってます。右側だけだとこちら側なんかこんもりしてきても別に普通に書けます、今のところ。でこのノートはほぼ日手帳のカバーに入れて使ってます。使ってるのはこのめっちゃかわいいジッパータイプのほぼ日手帳のカバー。このカバーは2019年に発売していたリバティプリントのジッパータイプのカバーです。何年か前にね Amazon で買っててめちゃくちゃ可愛くてお気に入りだったんだけど、文庫サイズのノートを使うことが最近なかったのでずっと使えてなかったんですよ。だからねここに来て毎日使えるようになってすごく嬉しいです。でこれを開けるとこんな感じになってます。ちょっといろいろはみ出てるんだけど、ここにねこのノートの裏表紙だけ差し込んで使ってます。こんな感じで、しおりは1本だけ使ってます。このカバーの入ってるものとかこっちの手帳のことも話したいんだけど、まずはこのノートの使い方から紹介したいと思います。このノートは上の方に日付を書く欄があって、で下にチェックボックスが10個ついてます。形成は 5mm 罫線で割と狭めなんだけど、ここにみっちり文字を書いていくのがとても楽しいです。私文字でみっちりしてる手帳が好きなので、こんな感じに段落を分けたりせずに
みっちり書いてってます。で、上のスペースにはシールを貼ってます。だいたい1枚だけ。何枚か貼ってデコみたいなことをすると失敗した時に書きたくなくなるので、だいたい1枚だけにしてます。ちょっと気分が乗ったら2枚とか貼る時もあるんだけど、ちょっとこれもなんか後から見るとあんまり日付はシャイニーの日付スタンプ、これを使ってます。この日付の欄が上から年月日って分かれてるんだけど、特に気にせず適当に押してます。で、曜日を書くところがないから適当にこの辺に書いて使ってます。で、この下のチェックボックスは左側が体調記録で、右側はその日やったことを記録してます。で、あとは箇条書きみたいにして書いていくだけ。この手帳は他の手帳に転記する下書き的な感じで始めたので、デコとか写真とか一切なく、本当に文字だけで書いてます。最初はこんな風に全部点を打って書いてたんだけど、さすがにちょっとこれ見返した時に分かりづらいなと思って、今は YouTube とか動画の感想はこういう風に再生マークを書いて分けて書いてます。他のこともね、マーク作って分けて書こうかなと考え中です。私ね、毎日同じように過ごしていて、しかも家にいるのが大好きで、外に遊びに行くっていうことをあんまりしないので、どこどこに遊びに行ったとか、今日何をしたとか、一日を振り返って書く日記みたいなことをできないんですよ。書くことがなさすぎて。でもね、こうやってその時にやったちょっとしたことのメモとか、思ったこととか感想とかはめちゃくちゃ書けるので、書く手帳自体はコロコロ変わるんだけど、こういう感じで日々のログは続けてます。で、さらに私はオタクなので、自分のことよりも推しに対して心が動いた時の感想とか、あとね、新しいものに出会った時の感想とか、そういうのを残しておくと後から読み返して面白いです。で、なんでこんな話をしてるかっていうと、一日を振り返って書くんじゃなくって、その時々に思ったことをその都度書いてるので、書く分量がまちまちなんですよ。こんな感じで推しの感想だけで1ページとか2ページ使っちゃうのがザラなので、このノートを使ってみてね、ほぼ日手帳とか、あと1日のスペースが決まっている手帳は私には合わないなと改めて思いました。いきなりほぼ日買わなくて本当良かったです。これ使い始めたのが8月2日からなんだけど、だいたい今は1日2ページから4ページくらい使ってます。こういう風に文字だけだと本当に気軽に書けていいです。中身は本当に大したこと書いてないです。載せられる内容のページは書いた後にインスタのストーリーズに載せたりしてるので、何を書いてるのかとか、もし気になる方がいたらインスタ覗きに来てください。またね、手帳の振り返りの動画書くことがあれば、中身ゆっくりパラパラしていきたいと思います。で、使ってるペンはサラサを使ってます。この辺はサラサヴィンテージのカシスブラックを使ってました。で、どっからだっけなあ、ここだ。ここから無印良品のサラサラ描けるゲルインキボールペンノック式 0.5mm のグレーを使ってます。これね、中身はサラサなんですよ。普通のサラサと無印良品のサラサどっち買うか迷ったんだけど、
ローソンでこれ見かけて、このシンプルな見た目が可愛いなと思ってこれを最近使ってます。で、一緒に刺さってるこのペンはフリクションのパン柄を使ってます。これめっちゃ可愛くない？とても可愛い。推しの概念モチーフにパンがあるので、これ Amazon で見つけて推しじゃんと思って買いましたで、こんな感じでこっちの手帳は適当に使ってます。文字もね汚いしぐちゃぐちゃ。でもこういうみっちりした文字でみっちりした手帳がめちゃくちゃ好きなので、これとても楽しいです。こんな感じで、こっち側にも手帳を刺して使ってます。このパン柄のフリクションはこの手帳には使わずにこっちの手帳に使ってます。これもねセリアで買った手帳。これ表紙ストレイキッズの CD のフォトブックを切ったものを貼っちゃってるんだけど、中身こんな感じ。これただマスで貼ってるだけ。こんな感じのセミ A6 フリーウィークリーノート56ページ。これもこっちの368ページノートを使うタイミングで一緒に買って使い始めました。こんな感じでだいたい6ヶ月分かけるフリーウィークリーのノートです。これね薄くて、あと無駄なページがなくて、ほぼほぼ全部ウィークリーになってるので、いつからでも使えるのでめちゃくちゃ便利です。私普段は特に予定がないから、いつも使ってるこの M5 のプロッターにはマンスリーしか入れてないんですよ。でもたまにウィークリーが欲しくなる時があったので、書かない週があってもいい日付フリーのノート便利だなと思って使ってます。で、ちょっとこの見た目寂しかったので、こうやって自分で表紙をつけて可愛くしてます。で、こうやってね、ここにこれも背表紙だけ入れて挟んで一緒に使えるので、この形がねとても便利で、いろいろメモしたりして使うようになりました。最初の週はこんな感じで全然土曜日しか書いてなかったんだけど、その次の週からいろいろなんか適当にメモを書けるのが便利で、こんな感じで使ってます。自分の予定っていうのがほとんどないから、自分の予定より推しのスケジュールを書いたり、あとは夕飯の献立のメモをしたり、 YouTube 撮りたいものを書いたり、そんな感じで雑に使ってます。こういう感じのミニページが空いてるタイプのウィークリーって苦手だったんだけど、雑にメモしても罪悪感のない値段だと適当に使えてとてもいいです。で、このほぼ日カバーにしおりが2本ついてるから、最初はねしおりをこっちの方にも挟んでたんだけど、めちゃくちゃこれ向きの状態がおかしくて使いにくかったので、今はこっちのしおりは使わずに、今は終わった週のページの右下、これをこのダイソーのインデックスパンチだったかな、そういう感じの名前の角を丸くパンチできるやつで、こうやって丸くして開いた時に開きやすいようにしてます。で、これだけだとちょっと開きにくいなっていう時もあったから、このダイソーで買った極薄ブックマーク、これをその週のページにつけてます。これなんか反対じゃない？反対な気がする。
こうでしょ。こうだった。こんな感じでつけて使ってます。でこの下にポケットがあるんだけど、ポケットにはこれでもかとお塩を入れてます。トレカと、これはアクスタと、あとこれはシーグリに入ってたガーランド、こんな形のカード、幅がちょうど良かったので入れてみました。かわいい。でこの後ろ側にはこれも推しのグッズのメモ帳を入れてます。であとここには買った時に入ってた説明書のカード、これを入れてます。であとこの下にも入れるところがあるんだけど、この辺はちょっと手帳をデコろうと思って出しておいたステッカー系を入れてました。この手帳表紙デコりたいんだけど、なんかクラフト表紙にいい感じのデコができなくて、まだ買った時のまんまにしてます。であとはこの外側のポケットにはトラベラーズノートのシール台紙、これを入れてます。ここにいろいろシールを貼ってるので、ここからシールを選んで毎回書くときに貼ってます。だいぶ減ってきたから補充しないといけない。こんな感じで使ってます。で閉めると割とパンパンになってます。もうちょっとね、いろいろ他の手帳とかも入れたいんだけど、これ以上入れるとちょっときついかもしれない。ほぼ日カバー、これめちゃくちゃお気に入りです。今使ってる M5 のプロッターともね、何気に色が合うんですよ。こんな感じでゴールドにこのタッセルがプロッターと色がね合ってて、これ並べて2冊置いておくとめちゃくちゃ可愛いです。今ね、ほぼ日のカバー毎日続々と発表されてるじゃないですか。新しいカバー買わないように気をつけてみたいと思います。気になるからね、どういうの出るか見るのは見るんだけど、なるべくね新しいものは買わずに今あるものを使おうと最近思ってるので、まあ新しい手帳買ってるんだけどちょっとね気をつけながらラインナップ確認していきたいと思います。ということで、こんな感じで最近はほぼ日カバーに入れたセリアの手帳2冊を毎日使ってます。110円でほぼ日のお試しができるので、今ほぼ日手帳を買おうか迷ってる方は発売されるまでにこれ使って自分が1日どれくらい書くかとか、書く内容1ページに収まるかとか使って試してみてもいいんじゃないかと思います。まあこうやって180度開かない手帳がダメっていう人はもうそこでもうこの手帳はダメなんだけど、片面だけ使うって割り切れば割といい感じなので、110円だしお試しありだと思います。私はこれで試してみてほぼ日合わないことが分かったので、これとりあえず飽きるまでこれを使い続けようと思ってます。またね、この手帳とか手帳カバーの中身とか変化があったら動画撮ろうと思います。ではここまで見てくださってありがとうございました。他の動画も見てくださると嬉しいです。じゃあね、バイバーイ。